2024年11月、東京都内のコンビニで一つの事件が起きた。コンビニで何が起きたの？ 37歳の会社員、田中さんがレジで怒鳴り続けた事件だ。怒鳴り続けた？どういうこと？その24時間後、田中さんの人生は終わっていた。24時間で何があったの？今日はカスタマーハラスメントが人生を破壊した実録を見ていくぞ。カスハラね。最近よく聞く言葉だわ。田中さんは普通の会社員だった。普通のね。上場企業の営業部で10年。妻と小学生の子が1人いた。ごく普通の家庭ね。その夜は月末の大事な締め日。残業が終わったのが夜11時だった。お疲れ状態ね。近所のコンビニに寄ったのが午前0時過ぎだ。深夜に寄り道したのね。弁当と缶ビールを買って、レジを通ったその瞬間。何があったの？レジ袋を買い忘れたことに気づいたんだ。そんなことで。言っておけばよかっただろと店員に怒鳴りつけた。店員のミスでもないのに。お前の接客態度はなんだ？謝れを繰り返した。それ完全にカスハラだわ。15分間、レジ前で怒鳴り続けたんだ。15分間、長すぎるわ。店員は20歳のアルバイトで、声も出せなくなっていた。怖くて当然ね。店長が仲裁に来ようとしたが、田中さんは怒鳴り続けた。店長まで出てきたのね。責任者を呼べと言いながら、自分で怒鳴り続けるという状況だ。矛盾してるわ。コンビニには防犯カメラがある。当然ね。さらに後ろの客がスマートフォンで動画を撮っていた。撮られてたのね。田中さんはそれを全く知らなかったんだ。怒鳴ってる間ずっと撮られてたの？しかも複数の客が別々に撮影していたんだ。複数人に。それは証拠が揃いすぎてるわ。翌朝8時、X に動画が投稿された。もうそこから取り返せないわね。コンビニでキレてるおじさんというタイトルで拡散した。タイトルが刺さるわね。3時間で10万再生、6時間で50万再生になった。6時間で50万。すごい速さね。コメント欄には最悪許せないが溢れた。みんな怒ってるのね。一方でどこの会社か特定しようという投稿も出始めた。特定班が動き始めたのね。特定班が動き始めたのが翌朝9時だ。特定班って名前とか会社を調べる人たちね。背景に写った田中さんのスーツの車掌から会社が特定された。車掌からそんなことまで調べるの？11時には会社名と部署名がネット上にさらされていた。部署名まで徹底してるわ。その日の午前中から会社に電話が殺到した。会社に電話？怖い。あなたの社員がひどいことをしたという抗議電話だ。会社も対応しなきゃいけなくなるわね。人事部は田中さんを緊急呼び出した。会社でも問題になったのね。そして即日、就業規則違反として出勤停止処分になった。出勤停止。翌週には懲戒解雇が通告された。レジ袋1枚で解雇になったのね。まだ終わりじゃないんだ。まだあるの？田中さんの自宅住所もネットに流れ始めていたんだ。住所まで家族にも影響が出るじゃない。妻の職場にも匿名の電話が入った。家族まで巻き込んで。子供は学校でお父さんがテレビに出てたと言われたらしい。子供がかわいそうすぎるわ。コンビニ側が警察に被害届を出した。被害届を出したの？業務妨害罪と脅迫罪の疑いだ。罪になるの？ただ怒鳴っただけで？ただ怒鳴っただけでも刑事事件になるんだ。知らなかったわ。怒鳴り続けることで他の客が帰ってしまった。これが業務妨害だ。お客を追い払ったわけね。事件から3日後、田中さんは任意同行を求められた。警察が来たの。15分間の怒鳴り声が証拠として録音されていたんだ。全部残ってたのね。さらに複数の目撃者証言と、店の防犯カメラ映像もある。証拠が完璧すぎるわ。業務妨害罪は刑法234条だ。法律で決まってるのね。3年以下の懲役または50万円以下の罰金よ。懲役3年。本当に人生が終わるわ。田中さんは最終的に罰金50万円と示談金150万円を支払った。合計200万円。会社も解雇、家族との関係も壊れた。レジ袋1枚で失ったものが大きすぎるわ。前科もついたので、次の就職活動にも影響が出るんだ。前科が残るの。一生を引くのね。実は似たような案件が全国で起きているんだ。どんな事例があるの？2023年、スーパーで10分間怒鳴った60代男性が逮捕された。スーパーでも野菜の並べ方が悪いという理由だったんだ。それも理由にならないわね。病院の受付で診察が遅いと怒鳴った50代の女性も逮捕されている。医療従事者にまで。共通しているのは少しの不満が爆発したという点だ。誰でも起こりうることなのね。逮捕された全員が後でこう言っているんだ。何て言ったの？まさか自分がこんなことになるとは思わなかった。
他人事じゃないのよね。普通の人が加害者になるまでの距離はとても短いんだ。本当に怖い話ね。お客様は神様って昔から言うわね。どんな事例があるの？2023年、スーパーで10分間怒鳴った60代男性が逮捕された。スーパーでも野菜の並べ方が悪いという理由だったんだ。それも理由にならないわね。病院の受付で診察が遅いと怒鳴った50代の女性も逮捕されている。医療従事者にまで共通しているのは少しの不満が爆発したという点だ。誰でも起こりうることなのね。逮捕された全員が後でこう言っているんだ。何て言ったの？まさか自分がこんなことになるとは思わなかった。他人事じゃないのよね。普通の人が加害者になるまでの距離はとても短いんだ。本当に怖い話ね。お客様は神様って昔から言うわね。もともとは演歌歌手が舞台に挑む心構えを語った言葉なんだ。そういう意味なの？客は何をしても許されるという意味ではなかったんだ。完全に意味が変わって広まったのね。この誤解がサービス業への過度な要求を正当化してしまったんだ。言葉の誤解が社会問題を生んだのね。企業側も対応が変わってきた。どう変わったの？大手コンビニは全店に警告ステッカーを貼り始めた。警告ステッカー？不当な言動は録画しています。警察に通報しますというやつだ。はっきり明示するようになったのね。2024年に東京都はカスハラ防止条例を制定した。条例まで作ったの？従業員を守るために接客を拒否できる権利を明文化したんだ。断れるようになったのね。業界を超えて対話より通報に方針が変わってきてるんだ。社会全体が変わってきてるのね。航空会社は機内でカスハラをした乗客を永久ブラックリストにする。二度と乗れなくなるの。すごい措置ね。それだけ深刻だということだ。田中さんの事件の半年後、あの店員はどうなったか。店員さんはどうなったの？精神的なダメージで2ヶ月間休職したらしい。そうか、店員さんも被害者なのよね。毎日誠実に働いていた人が15分で傷ついたんだ。ただ怒鳴っただけなんて言葉はないわ。その後その店員は接客の仕事を辞めてしまったらしい。未来まで変えてしまったのね。被害者の人生も変わってしまう。それがカスハラの本当の罪だ。加害者だけが転落するわけじゃないのね。田中さんも最後にこう言ったらしい。何て言ったの？あの夜に戻れるなら、ただ謝りたかった。戻れない。